今日はちくわの唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はちくわの唐揚げを作りたいと思います。はい、ということで今回は簡単節約おかずレシピです。今回はですね、スーパーでもお安く手に入るちくわをサクサクの唐揚げにしていきたいと思います。こちらはですね、ちょっとしたおやつだったりとかお酒のおつまみにもぴったりな一品です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ちくわ、片栗粉、お醤油、料理酒、お砂糖、おろしにんにく、おろし生姜、ごま油、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。はい、ということで今回はね、こちらの材料で作っていきたいと思います。まずちくわはですね、普通のちくわです。こちら今回5本用意しました。あとはね、通常の唐揚げを作る時の調味料ですね。ここにですね、お砂糖を加えてるんですけれども、このお砂糖を加えるとコクが加わって美味しい仕上がりになります。さらにね、ごま油も加えることで香ばしい仕上がりになってとても美味しくなります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずね、ちくわから切っていきます。ちくわは斜め切りにします。この切り方はね、お好みで OK です。だいたい1センチちょっとかな。このぐらいの厚みで切っていきます。ではね、残りも同じように切っていきます。はい、OK です。このように切ってください。それでは続いてポリ袋を用意してください。口を広げてボウルにセットします。そしてここに切ったちくわを入れてください。はい、入れたらですね、味付けをしていきます。まず最初にお砂糖、そして料理酒。この2つをね、最初にまず揉み込んでください。このようにね、お醤油を入れる前にお砂糖と料理酒を揉み込むことでしっかりとちくわにお砂糖のコクが入っていきます。これをですね、醤油と同じタイミングにしてしまうとなかなかお砂糖のコクが入っていかないので、必ず一番初めに揉み込むようにしてください。では揉み込みます。はい、OK です。だいたい30秒ちょっとぐらいかな、揉み込んでいただければ大丈夫です。そうしましたら、ここにお醤油、そしてごま油、あとはおろしにんにく、そしておろし生姜を加えます。そしたらね、こちらをさらに揉み込んでください。しっかりと揉み込んだら空気を抜いて、そして口を軽く縛ります。はい、こんな感じ。そしたらこのまま冷蔵庫で10分漬け込みます。はい、10分経ちました。そしたらね、一度こちら取り出します。このように味がしっかりと染みてます。そしたらね、最後もう一度揉み込んで、こちらをね、一度ざるにあけてください。ざるにあけてこのようにね、余分な漬けだれを落とします。そしたら片栗粉まぶしていきます。バットに片栗粉です。あとはね、片栗粉こうやってまぶしていきます。こんな感じです。直接ね、ポリ袋に片栗粉を入れちゃうとちょっとね、片栗粉が水分を吸ってカリッと揚がりにくくなってしまうので、一度漬けだれを切ってから片栗粉をまぶすようにしてください。ではね、残りもこんな感じでね、片栗粉をまぶしていきます。はい、このように片栗粉をまぶしてください。それでは今から油で揚げていきます。ではね、油で揚げていきます。今回少量の油でね、揚げていきたいと思います。フライパンの底からだいたい5ミリほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。火加減中火でだいたいね、1分から1分半ほど温めてください。温度で言うとだいたい170から180度ぐらいの温度で揚げていきます。はい、OK です。今ね、だいたい1分ちょっと油を温めました。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクっと泡が出るぐらいですね。このぐらいになれば OK です。そしたら火加減弱めの中火にします。そしてちくわを揚げていきます。はい、こんな感じでね、揚げていきましょう。で、あとはもうカリッとするまで揚げるだけです。結構ね、すぐ揚がるのでカリッとしたものから取り出しましょう。で、この時ね、油跳ねにはね、十分に注意してください。はい、取り出していきます。さっと揚げるだけでね、結構カリッとするのでね。はい、こんな感じでサクサクに揚がってます。
このぐらいね衣がカリッとするまで揚げてください。ではね残りも同じように揚げていきます。で温度がね熱すぎる時は少し火を止めてね油を落ち着かせて揚げるようにしてください。火加減はねその都度調整しながら揚げてみてください。で揚げ時間の目安なんですがだいたい1分ぐらいですね。そのぐらい揚げていただくとサクッとするかなと思います。揚げる個数とかによってもね変わってくるので様子を見ながらね揚げ時間は調整してください。はい、全部揚げ終わりました。こんな感じでサクサクに揚がってます。それではこのまま3分ほど油を切って完成です。はい、これでちくわの唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにサックサクで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。すごくサックサクです。美味しい。これはねおやつとかおつまみにもぴったりだと思います。このねニンニクと生姜が効いててすごく美味しいです。ハクハク。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のちくわの唐揚げのポイントです。まずちくわなんですけれども、今回はね斜めに1センチ幅ぐらいで切りました。こちらの切り方はお好みの切り方で切っていただいて大丈夫です。そしてちくわを切ったらポリ袋の中に入れて、あとは味付けの調味料を入れて軽く揉んでください。調味料をね揉み込む時のポイントなんですけれども、まず最初に料理酒とお砂糖を揉み込んでください。そうすることでちくわの中に砂糖のコクが入るので、とてもね美味しい仕上がりになります。お醤油と一緒に入れてしまうとなかなかねお砂糖のコクが入っていかないので、必ず最初にお砂糖を揉み込むようにしてください。そしてその後ですね残りの調味料を加えてしっかりと揉み込んで冷蔵庫で10分つけてください。そしてその後片栗粉をつけるんですけれども、片栗粉をつけるときは一度つけだれを切ってからまぶすようにしてください。そうすることでサクッとした仕上がりになりやすくなります。あとはですねもう油で揚げるだけなのでとても簡単です。油の量に関しましてもフライパンの底からだいたい 5mm ぐらいの油で OK なのでとても手軽にできると思います。今回はですねベーシックな唐揚げ味にしたんですけれども、カレーパウダーを入れたりとか、あとは粉チーズを加えたりとかね、いろいろアレンジはできるかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はちくわの唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。